こんにちは、ミルトンです。今日はこれまでずっと欲しかった車載冷凍冷蔵庫をメーカーのゴチュールさんにご提供いただきました。その品がこちら。実はゴチュールさんの冷蔵庫、一回り小さい18リットルのものは昨年いろんな YouTuber さんがレビューされていました。こちらは28リットルと一回り大きい新製品なんです。これまで車中泊でいろんなタイプのクーラーを使ってきました。こちらは折りたたみソフトクーラー。名前の通りコンパクトに折りたためてとても便利なのですが、結露しやすいという欠点がありました。こちらはハードクーラーボックス。内部に断熱材が入っているので結露もしづらく、上に座れる使い勝手がとても良い製品です。この2つのクーラーで凍らせたペットボトルがどのぐらいで溶けるか保冷力の実験をやってみました。全く同じペットボトルではないので正確な検証はできませんが、ある程度の参考にはなると思います。まずハードクーラーボックス。氷は7割以上残っていました。次にソフトクーラーボックス。こちらはすべてのペットボトルの氷が溶けていました。1泊2日程度の車中泊ならハードボックスでも十分対応できると分かりましたが、連泊や現地で買ったお土産を冷やして持ち帰るには車載冷蔵庫は喉から手が出るほど欲しいアイテムでした。付属品はすべて本体の中にしまわれていて、僕の好きな無駄のないマトリョーシカ収納でした。入っていた中身は予備のゴムパッキン、仕切り板、シガーソケット用電源コード、 AC 電源アダプター、取扱説明書、以上5点でした。この操作パネルは USB ジャックが仕込んであり、携帯等の充電もできるようになっています。本体の大きさは縦32センチ、横 57.6 センチ、高さ 39.4 センチ。庫内の寸法は縦約35センチ、横 24.8 センチ、深さ 31.5 センチ。斜めに入れた深さ約49センチでした。このぐらいのサイズがあれば釣りで大量になっても鮮度を落とさず家に持ち帰ることができます。今回なるべく分かりやすく冷蔵庫のデータをお伝えするために Amazon で2点アイテムをゲットしました。こちらはスイッチボット。乾電池駆動ですが、温度と湿度データを Bluetooth でタブレットに飛ばし一瞬でグラフ化してくれます。今回は冷蔵庫の冷却や保冷力のデータを詳しく知りたかったので導入しました。こちらをあらかじめ iPad と同期させ冷蔵庫の中に仕込んでおきます。こちらは簡易電力計。ポータブルバッテリーで冷蔵庫を使う際、どのぐらいのバッテリー容量で動かせるかを知るために購入しました。今回の冷蔵庫は車中泊だけでなく家でも普段使いできますので、私の契約している楽天電気 1kWh あたり 26.5 円で計算もしてみたいと思います。まずは AC 電源アダプターをつなぎます。次に電力計をセットしたコンセントに電源を挿します。電源ボタンを長押ししたら温度を調整、マックスの強力冷凍モードで冷却してみることにしました。それでは測定を開始します。開始時刻は19時7分です。約1時間冷凍庫を空の状態で冷却させました。庫内の温度はマイナス21度、冷却開始時25度だったので1時間で46度も下がりました。あまりの急速冷却にちょっとびっくりしました。このくらい強力な冷凍機能があればマイナス20度で24時間以上凍らせないと死滅しないアニサキスも凍らせることができそうです。スイッチボットのデータも見ていきます。冷蔵庫の温度計と多少誤差はありますが、短時間で急速冷却されているのがわかります。この冷却にかかった電気代金は1時間約1円35銭、使用電力 56W でした。
1時間の冷却の前後で本体の温度がどのくらい熱くなるかも測定してみました。多少の誤差はありますが、ほぼ27度前後でした。冷却1時間後の温度も調べました。場所により多少温度が異なりますが、おおむね33度から40度、ものすごく熱くなるわけではありません。冷蔵庫の音は動画では伝わりづらいですが、体感的には一人暮らし用の冷蔵庫と同じぐらいの動作音だと思いました。次に冷蔵庫に物を入れた状態でもご確認いただきます。この5チュール28リットルは大容量で 350ml 缶だと40本、500ml ペットボトルは20本、ワイン12本、2リットルペットボトルがそれぞれ6本も入ります。入れ方も縦、横、斜め問わず自由な入れ方で収納することができます。500ml 缶のみ入る本数の記載がなかったので、私の好きな本搾りグレープフルーツを2ケース買って何本入るか試してみました。ちょっとこんな詰め方される方はほとんどいないと思うんですけども、一応28本入るということが分かりました。さすがに28本も入れると冷えるまでに時間がかかるので、本搾り 500ml を6本だけ入れて自作のポータブルバッテリーで冷やしてみることにしました。この冷蔵庫は直流電流で、ポータブルバッテリーも直流です。電源は交流のコンセントを使うより直流のシガーソケットを使った方が電力ロスが少ないので、シガーソケットを使うことにしました。これは市販のポータブルバッテリーでも同じですので、もし使用される際はシガーソケット端子から電力を取るのがおすすめです。それでは急速冷却モードで1時間かけて6本入れた冷蔵庫が27度から何度まで下がるか試してみます。1時間後、庫内の温度は8度まで下がりました。飲み物が入った状態でも1時間で19度下がったことになります。飲み物の温度も測ってみました。冷却前は 27.8 度、冷却後はおおむね22度から3度で、平均4度から5度冷やせていました。庫内の温度はすぐに冷えますが、飲み物を冷やすには時間がかかるようなので、車中泊で使う際はあらかじめ冷えたものを買うか、前もって冷やしていったものを持参しようと思います。1時間の冷却でバッテリー残量が 87% だったので 13% 消費した計算になります。急速モードはそこそこ電力を使うことが分かったので、このバッテリーをエコモードで使うと何時間ぐらい使えるかを満充電から試してみました。私のバッテリーは 12V×36A で 432Wh、理論上は 432W のものが1時間使える想定になります。このバッテリーをインバーターのシガーソケット端子につないで何時間使えるか実験です。実験に際してポータブルバッテリーの電力を節約することを想定して、あらかじめ AC アダプターで0度まで冷蔵庫を冷やした状態からポータブルバッテリーに切り替えて使うことにしました。この冷蔵庫はバッテリーの電圧が下がった時に自動的に電気を止め、バッテリーを保護する機能がついています。M もしくは L で設定するように記載されていましたので、今回は M に設定しました。設定が完了しましたので、13時33分から実験スタートです。翌日、バッテリー保護装置が働いて、気づいた時には冷蔵庫が止まっていました。取れたデータがこちら。13時33分から始めて、翌朝9時56分に保護機能が働いて冷却がストップしていました。冷蔵庫の開け閉めをしないことが前提の実験ですが、432W クラスのバッテリーで約20時間23分冷却できることが分かりました。これでしたら、ポータブルバッテリーは夜間のみの使用にし、昼間はソーラーパネルや移動中の車のシガーソケットから給電すれば連泊も可能だと思いました。それでは実際に車にセッティングしてみます。重さは 11kg なのでそこそこな重量ですが、両側に取っ手がついているので持ち運べないほどではありません。私は先日購入したソファーベッドと併用するつもりでしたので、大きい28リットルのもので正解でした。この28リットルは18リットルのものと比べて
縦横の大きさはほぼ変わらず、高さが高いだけなのでテーブル代わりとして使うこともできます。若干窮屈にはなりますが、このようなセッティングも可能でした。それでは今回僕が最もやってみたかったセッティングをやってみます。それは助手席にこの大きな冷蔵庫を置くこと。車内のデッドスペースを有効活用したくて、この上に先日作った巨大テーブルをセッティングしました。問題なく飲み物を冷蔵庫から取ることができました。このセッティングにすれば狭い車内を広く使えるので、車中泊に行くのがますます楽しみになりました。この状態のままベッド展開できるかもやってみました。問題なくセッティング完了。冷蔵庫付きの広めのカプセルホテルのような空間を作ることができました。念のため車のシガーソケット端子につないでもきちんと冷蔵庫が動くか試してみました。つけてみます。これでつかなかったらやばいですけど、問題なくついてくれました。いい感じです。 13.6 ボルト。車のバッテリーでも冷蔵庫が問題なく動きました。ちなみにこの付属のケーブル 3.5 メートルの長さがあるので、ハイエースのロングタイプはさすがにきついですが、エブリィや他の一般の車種でしたら車の最後尾に置いた冷蔵庫から車のシガーソケットにつないで給電することができると思います。冷蔵庫を助手席に積んだまま運転してみました。助手席にジャストフィットして全く動くことなく快適に運転できました。午後4時54分、太陽光パネルで発電するにはちょっと厳しい時間ですが、これでも冷蔵庫の電力の助けになるか試してみました。電圧 12.3V× 発電量 1.3A で 15.9W、約 16W ぐらい発電しています。夕方なので仕方ありませんが、晴れた昼間なら駐車中のソーラーパネルでも電力が賄えそうです。1週間ほど冷蔵庫を使ってみて、1点だけ気になる点を見つけてしまいました。それは私の使っているフラット床との相性が悪かっただけかもしれませんが、冷蔵庫の底のゴムパッキンでフラット床に貼ったクッションフロアがこのように黒く汚れています。とりあえず応急処置でこのゴムを取り外してチェックしてみました。試しにフラット床の側面にこすりつけてみたところ、やはり簡単に汚れがついてしまいます。この汚れ、ウェットティッシュでこすれば簡単に除去できるのですが、これを根本から解決したいのでダイソーに行ってみました。そこで見つけたのが直径2センチのフェルトの傷防止シール。実際のゴムパッキンと比べてみると直径はほぼ同じ。横にすると若干フェルトの方が薄いのですが、2枚重ねで貼ればいい感じにフィットしてくれそうです。ゴムパッキンを外しただけで良しとする案もあったのですが、ご覧のようにクッションフロアがへこんでしまうので、やはりフェルトを貼ることにしました。このフェルトはシール付きなのでとっても簡単に貼ることができます。実際に2枚重ねて貼ってみます。こすっても取れないし、かなりいい感じです。残りの3箇所にも2枚ずつすべて貼り付けました。作業はトータル5分とかからず終了しました。フェルトを貼ったことで純正のゴムパッキンより滑りが良くなって冷蔵庫を移動させやすくなりました。使い勝手も良くなってちょっと嬉しかったです。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。